皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。このチャンネルではいろいろなテーマについて日本語で私の経験をもとに話しています。今日はちょっといつもと違う形でこのポッドキャストを撮っていこうと思っています。いつもはですね、台本を先に作って、それから録音しているんですが、今回はより自然な日本語をお届けしたいと思いまして、台本なしでちょっと自由に話してみようと思います。今日のテーマなんですが、今日は日本語の敬語とタメ語について話します。敬語というのは、初めて会った人だったり、自分より目上の人、目上というのは年齢が上、年が上、立場が上の人という意味ですね。その人たちには敬語を使います。はい。で、初めて会った人にも敬語を使うということなので、年齢は関係なく、年上だろうが、年下だろうが、初めて会った場合は、まず敬語で話します。そして次、タメ語というものですが、タメ語はもっとカジュアルな話し方になります。例えば、家族とか友達とかですね、関係がよくできている、もう仲がいい人にはタメ語を使います。で、これ面白いのがですね、敬語からタメ語に切り替わる瞬間があるんですね。切り替わるというのは、チェンジですね。変わるということです。初めて会った時はみんな敬語で話しますので、ずーっと敬語での関係の人もいれば、どんどん仲良くなって友達になって、あるタイミングでタメ語に変わることもあるんですね。例えば、そうですね、私は今カナダに住んでいますが、カナダでたくさんの日本人の友達に会いました。はい。で、年下の友達もいれば、年上の友達もいるんですけれども、大体私は今30歳ということで、結構ワーキングホリデー、カナダに留学しに来たりとか、少し働きに来たりとか、そういう人が20代が多いんですよね。なので私が出会う友達は結構私よりも年下のことが多いです。それでもやっぱり初めて会った時は、こんにちは、はじめましてから始まって、丁寧な敬語を使って話していくんですけど、じゃあいつその友達と、タメ語に、いつその友達たちとタメ語を使って話し始めるかっていうところについてちょっと考えてみたんですね。思い出してみたんです。はい。で、まずパターン一つ目としては、もう結構私たち仲良くなったよね。もう敬語やめようよって言って、お互い話し合うというか、今から敬語やめよう。今からタメ語を使おうっていう風に、もうちゃんとお互いの同意を取ってからタメ語に切り替えるっていうパターンがよくありますね。でもこれ面白いのが、今からタメ語やめようとかって言ったとしても、やっぱり今までずっと敬語で話してきたので、なかなかそんなすぐにタメ語で話すの難しいんですよね。もう敬語に慣れているので、今までずっと敬語だったのに、いきなりバッと 100% タメ語に切り替えるっていうのが結構難しいんですよ。なので、ちょっと気まずい時期があります。はい。気まずいというのは英語で awkward ですね。気まずい時期が少しあります。ちょっと敬語とタメ語が混ざってる感じですね。はい。で、パターン2としては、もう自然にですね。特にお互い今からタメ語で話そうよとか、
敬語やめようよとか言わなくても、なんとなくタメ語と敬語が混ざり始めて、最終的に最後には全部タメ語になるっていうパターンもあります。それからパターン3つ目。はい。これですね、一緒にやっぱお酒を飲んだりとかして、ちょっと距離が縮まると、気づいたらもう次からなんかタメ語になってたりしますね。うん。例えば、お酒でちょっと酔っ払っていい気分になって、お互いタメ語で話し始める。そうすると、あれなんかこの前タメ語使ってたよねという流れから次に会った時にはもう敬語は完全になくなってるっていうパターンもあります。はい。こんな風にですね、お互い同意を求めて話し合うパターンもあれば、自然になくなるパターンもあれば、あとはお酒の力を借りるっていうパターンもありますね。うん。すごい面白いですよね。はい。で、なぜ敬語からタメ語になるのが難しいのかっていうと、やっぱり失礼になりたくない、失礼だと思われたくないっていう思いが強いですね。日本人の感覚的に、やっぱりいきなりタメ語を話すっていうのは、ちょっとだけ失礼な感じがしてしまうと思います。年齢に関わらずですね。何歳であろうが、やはり初めましての場合は、敬語から始めた方が安全ですね。なので、最初は敬語から始めて、ちょっと様子を見て、切り替えていく、タメ語に変えていくっていうのがよくあるパターンかなと思います。はい。で、今後じゃあ皆さんが敬語とタメ語、どっちで使ったらいいのかっていうちょっとしたアドバイスですが、まずは迷ったら敬語で大丈夫ですね。敬語はもう全部に使えます。誰にでも使えます。初めましての人だろうが、友達に使っても、とても丁寧であるだけで、別に失礼にはならないですよね。なので、迷ったら、まずは敬語からスタートするのがいいかなと思います。あとは、相手に合わせるですね。相手がタメ語でも大丈夫なのかっていうの、ちょっと空気を読んでですね。空気を読むっていうのは、ちょっと相手の顔を見て、この人大丈夫かなっていう風のをなんとなくチェックして、はい。それからどんどん切り替えていく。で、それが難しい時はもう話し合うのがいいですね。なんかちょっともう私たち仲良くなったからこれからタメ語で話そうよみたいな感じで同意したらもうね、絶対お互い大丈夫っていうのがわかりますので、そういう風にやってみるのもいいかなと思います。はい。まとめとしましては、敬語とタメ語っていうのはもう文法じゃないですね。文法で、まずはマスフォーム。食べます。食べません。そしてショートフォームを学びますよね。ショートフォームっていうのは食べる、食べない。はい。これは文法の知識として大事なんですけど、これをどこで使うか、誰に使うかっていうのは、それぞれの関係、relationship、関係で決まるので、ただただ文法を勉強すれば、どっちも使っていいよっていうわけじゃないっていうのが結構難しいところなんですけど、こういうのも含めて日本の言語と、文化が合わさってるなって、だから日本語は結構面白いなって思いますね。はい。皆さんの国の言葉では、タメ語、敬語というふうに別々に分かれていたりしますか？私は今、韓国語を勉強していますが、韓国語は私の感覚で言うと、日本語よりもさらに、なんて言うんですかね、もっと敬語とタメ語がしっかり分かれている感じがします。英語も、英語はそうですね。ちょっと丁寧な言い方、can you より could you の方がいいとか、そういうのはあると思うんですが、日本語ほどタメ語、敬語っていうのは気にしないですよね。だから、
私も例えば E メールとかを会社で働いていた時に E メール作る時は私の第一言語は日本語ですけど英語で E メールを書く方が全然簡単でしたね。敬語とかあまり気にしなくてもいいので。でも日本語で E メールを書くときはもう正しい敬語を使わないとっていうのですごい1個のメールに30分ぐらい文章を考えてメールを作っていたりしました。はい。では今日のテーマ、敬語とタメ語について話しましたが、いかがだったでしょうか？また次のエピソードでもいろいろな話をしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日も聞いてくれてありがとうございます。またねー。